祝延伸開業北陸新幹線。2024年3月16日、北陸新幹線の金沢敦賀間が開業。福井県に初めて新幹線が通るようになり、同県から東京まで乗り換えなし1本で移動できるようになりました。その一方で、これまで北陸の特急街道になっていた北陸本線は、並行在来線として JR 西日本から第三セクターのハピライン福井へと移管されました。これを記念して福井県を基盤とする3つの鉄道が同車線をフリーで利用できる特別なフリー切符を発売しました。それにあやかり、この切符を早速購入使用して福井県の鉄道を存分に楽しみたいと思います。本動画はその様子のまとめです。なお、本動画では日本語字幕がデフォルトで表示されていますが、日本語以外の言語字幕も用意しています。YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご視聴ください。さあ、早速旅を始めていきましょう。前日に泊まってお世話になったのはこちら、長浜駅の近くにあるビジネスホテル泉です。長浜駅から歩いて30分くらいのところにあります。非常に価格が安く、移住性も悪くないので、次回長浜に泊まる必要が発生したら泊まろうと思っています。さあ、長浜駅に向かいましょう。なんで敦賀駅からスタートしないのかって？それはもちろん敦賀駅なんかに泊まったらホテル代が高いからですよ。今回は旅程もそれほどキツキツにはしていないので、全力で福井県を楽しむつもりで周遊していきますよ。さて、気を取り直して長浜駅に到着です。改札通過。事前に持っていた青春18切符で通過しました。島式ホームにつながる階段を降ります。さあ、敦賀駅へ向かう電車がやってきました。長浜駅を6時20分に発車する普通列車の敦賀行きです。あまり人が乗っていませんね。長浜駅を発車。まずは敦賀駅を目指します。さて、今回の旅の攻略対象を確認しましょう。今回使用するフリー切符はハピライン福井開業記念鉄道3社共通1日フリー切符です。新しく営業を開始したハピライン福井のほか、越前鉄道と福井鉄道の路線を1日フリーで乗り降りすることが可能です。価格は2000円、数量限定発売だったので、おそらく開業当日しか購入できなかったと考えられます。今回はまず敦賀駅に行って切符を買うことから始めます。さあ、列車は近江塩津駅を越えて湖西線の線路と合流。そして新疋田駅を越えると次は敦賀駅です。進行方向右側に今日から本格稼働した北陸新幹線の車庫が見えます。そして手前は在来線の車庫ですね。特急列車が留置されています。こちらが本格稼働した北陸新幹線の高架橋。敦賀駅から先へさらに延伸可能な構造になっていますが、その高架橋に構築物が継ぎ足されるのはまだ先といった状態です。敦賀駅に到着。奥にも特急列車が停車しています。列車から下車。お世話になった列車を記念撮影。ありがとうございました。そして敦賀駅の駅名標も記念撮影。JR のロゴマークだけでなく、ハピライン福井のロゴマークもついていますね。これも今日からの運用です。さあ、まずは切符を買いに行きましょう。青春18切符も長浜駅から敦賀駅までは使用可能ですが、敦賀駅より北は使用不可なので、その意味でも一旦改札を出る必要があります。改札外に出ました。こちらがハピライン福井の窓口。しかし窓口はご覧の通り大行列となっています。なんてこった。これでは切符を買ってすぐに改札内に戻ることはできないぞ。全然行列が進みません。すでに乗る予定だった快速電車の発車時刻は過ぎております。そして行列がいつの間にか伸びてますね。近隣住民に迷惑がかからぬよう三重に列が折り重なっています。列が進む間にこんな立て看板がありました。朝6時の出発式の時に使用したのでしょうね。そして隣には石碑。こちらは在来線が交流電化した時の石碑のようです。右の石碑には交流電化発祥の地と書かれていますね。確かに敦賀駅より北側は北陸トンネルという長大トンネルがある関係で交流電化である必要があります。
石碑の隣には大きな車輪、モニュメントですね。さあ、時刻は8時を過ぎました。建物に入る段階で間もなく8時半。これは完全に切符を買う大変さを見誤りましたね。このペースだと8時37分発の金沢行きも間に合わないでしょう。後ろはまだまだ並んでいます。これは並んでも売り切れで買えなかった人もいるのではないでしょうか。ハピライン福井の窓口の隣には JR の窓口。そっちでも記念切符を発売していたら、もっと列が流れるスピードが速かったんじゃないでしょうか。1人はけるのに5分ほどかかっています。そりゃ列が進まないわけだ。これはひどい。そして十数分後、ようやく自分の番が回ってきて切符を購入することができました。無事に買うことができたのはいいとして、現在9時7分、9時13分発の列車が発車するまであと6分しかありません。無事に改札を通過することができました。階段を駆け上がります。7番乗り場に行くと電車が止まっていました。無事に間に合いました。開業1日目から早速ハピライン福井の帯をまとっています。敦賀駅を9時13分に発車する普通列車の福井行きです。車内はめちゃくちゃ混雑しています。これは立って移動するしかありませんね。お待たせしました。まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。敦賀駅を無事定刻で発車。結局敦賀駅で2時間の足止めでした。今日もハピライン福井線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は普通列車福井行きワンマンカーです。終点福井まで各駅に停車します。次は南今城です。遠くに本日開業した北陸新幹線の高架橋が見えます。ちょうど新幹線が来ないかなと思いましたが、結局来ませんでした。そして編集で北陸トンネル通過をカット。南今城駅に無事到着です。南今城駅を出てしばらくすると運転席のカーテンが上がりました。全面展望できるようになったので撮影できるアングルが増えます。やっぱり全面展望っていいですね。電車は南城駅に到着。すでに大混雑なのにさらに乗り込んできます。さあ、列車は時速 95km で進んでいきます。特急列車が走らなくなったためか運転に余裕があります。場内信号も直進側に進行減時。さあ、列車は武生駅に到着です。めちゃくちゃ人が待っています。武生駅ではいくらか下車客がいます。しかしそれ以上に乗車客が多い。乗り切れるか？乗り切れました。扉が閉まります。武生駅を発車。無事に発車できたとはいえ福井駅までまだ数駅あります。ご乗車ありがとうございます。次は鯖江です。武生駅発車直後に福井鉄道の武生新駅が見えます。福井鉄道も攻略対象なので後でまた武生駅に来なくてはいけません。放送アナウンスにあった通り次は鯖江駅です。その鯖江駅、やはり乗車待ちの人が多いです。乗れるのか？ドアは自動では開きません。ドア横のボタン。さあ、鯖江駅は降りる人が少ないぞ。車内は完全に缶詰状態。乗車率 170% 以上というところでしょうか。福井でこの光景を見るのは初めてという人は多いのではないでしょうか。扉を閉めるのに時間がかかります。なんとか閉まりました。鯖江駅を発車。遅れが拡大していきます。ご乗車ありがとうございます。次は北鯖江です。で、その北鯖江駅、ミラーを覗くと
でもご乗車できませんので、後続の列車ご利用いただきますようお願いいたします。申し訳ございません。発車いたします。ドアにご注意ください。ドア付近のお客様ご注意ください。無事に扉が閉まりました。まあ2両ではこうなるわな。30分後の電車は竹府始発だから多分空いてるよ。多分。さて大泥駅では北鯖駅ほど利用者はいませんでした。次は越前花南道駅です。ここにも幾人か乗車客がいます。ここでは下車客がいます。 JR 九頭竜湖線に乗り換え可能だからですね。とはいえ車内の圧迫感は変わりません。運転席の乗務員が増えました。ちょっと羨ましいですね。こっちはぎゅうぎゅう詰めですよ。出発信号は注意現示。なぜ速度制限を食らうんだ？前方に電車は見えないんだけどな。進路開通待ち？中継信号が注意現示に切り替わりました。さらに進行現示。結局何だったのかよく分かりません。さあ阿諏訪川を横断します。場内信号は注意現示3の表示。分岐器をいつも以上に慎重に通過。福井県の中心部福井駅に約9分遅れて到着です。ドア横のボタンを押して降りるのにも時間がかかる。無事下車できました。折り返し乗車する人の数も尋常ではありません。階段を降りて改札を抜けたいのですが抜けられません。この行列が何か分かりますか？なんと友人窓口の行列です。中間コンコースのさらに新幹線乗り換え改札口まで伸びています。これは改札抜けるだけで1時間以上かかる？何なんだこれは。これほどの異常事態は初めて見ました。階段の手前まで来ました。しかしここで案内スタッフからある事実を知る。すいません、これって出られないんですか？いいですか？フリー切符なら通常の窓口も改札機も使わずに出られるんかーい。じゃあ臨時の通用口にスタッフを最初から置いといてくれよ。いらん足止め食らった。ただいまの時刻10時27分。すでに旅程は崩壊しています。福井鉄道よりも先に越前鉄道から攻略します。ここからはアドリブ力が試される。しかしどこもかしこも人だらけですね。福井県民にとって歴史的転換日ですからお祭り状態になるのも仕方ないというところでしょうか。こちらが越前鉄道福井駅。改札通過。エスカレーターで一休み。やはやどっと疲れた。いろいろ問題はあると思いましたが、しかしフリー切符なら別のところから出られることを教えてくれた案内のスタッフさん、マジ神。さてこちらが現在の電光掲示板です。旅程計画時には8時57分発の勝山行きに乗る予定でしたが、先に三国港駅に行きましょう。ちなみに越前鉄道の福井駅は車止め側に車両を止め置くスペースがあります。ここで運用を整理できるので便利ですね。さあ電車がやってきました。1両編成の電車です。1番乗り場に入線。折り返し10時39分発の三国港行きになります。越前鉄道もパンパンに混雑してますね。缶詰状態から一気に解放されて人が溢れ出します。列車に乗車。折り返し列車もそれなりに乗客がいる現実。運賃箱は塗装が少し剥げています。地方鉄道ではこれくらいが普通でしょう。さあ進行信号に切り替わりました。福井駅を発車。越前鉄道の攻略開始です。ちょうどよく北陸新幹線と行き違い。これからこの光景が日常になります。列車は新福井駅に到着。単線の途中にある行き違い可能駅です。さあ列車がやってきました。今度は2両編成。そして対向列車が到着する前に進路が開通。すかさずこちらの列車が発車します。列車同士の行き違いがめちゃくちゃスピーディーですね。これは他社も見習ってほしいな。さあ次は福井口駅に到着です。
ここで三国あわら線と勝山永平寺線が分岐します。さらに車庫線が左に分岐。ここに越前鉄道の車両基地があります。起点駅に近いですが、2路線抱えながら車庫を1つに統一できるのがメリット。車両基地を過ぎると北陸新幹線の下をくぐり、北陸本線の上をオーバーパスします。今までは都市間移動の利用者を見下ろすことができましたが、今は見上げる存在になってしまいました。さて、ピカピカの広角間から地上に高度を下ろし、ここからは踏切がある区間となります。さあ、電車は田原町駅に到着します。福井鉄道と乗り換え可能な拠点駅ですが、停車時間は大変わずか。乗降が終わったらさっさと扉を閉めます。田原町駅を発車。まだまだ越前鉄道の攻略を続けます。列車は一駅進んで福大前西福井駅に到着です。この駅は駅の上部に商業施設が建っているのが特徴です。列車はホーム手前部分に停車。奥のホームは高さが低いですが、こちらは低床式列車が使用されている福井鉄道直通列車が使用するホームとなっています。対向列車が到着。進路が開通したらすぐさま発車します。反対方向の列車はかなり混雑しているようですね。スプリングポイント通過。もう少し住宅の中を進みます。さて、ここでやっと座れました。敦賀駅からずっと立ちっぱなしでしたからだいぶ疲れました。座れる時にきちんと休憩して体力を回復させないとね。次は鷲塚針原駅です。鷲塚針原駅は3方向に線路が分岐しています。右側は福井鉄道直通列車用の停床ホーム。ちょうど電車が止まっていますね。ちなみに福井鉄道直通列車は全列車この駅で折り返します。列車は西春江ハートピア駅に到着。ここでまた列車同士の行き違いを行います。相変わらず対向列車が到着した後の発車が早いですね。福井鉄道の特徴と言っていいかもしれません。駅を発車すると畑のど真ん中を突き進むようになります。遠くに住宅が見えますが、手前は田畑。見晴らしが大変良いです。さあ、列車は温泉街の中心地あわら湯の町駅に到着です。北陸新幹線のあわら温泉駅からバスなどで来るのが一般的かと思いますが、越前鉄道が中心部まで乗り入れています。さあ、間もなく終点に到着です。終点では線路が2本に分かれていますが、ホームがあるのは北側の発着線のみです。列車は三国港駅に無事到着。これで越前鉄道三国あわら線を全線完乗しました。今回の旅の攻略対象路線の中で最初の全線環状路線です。三国港駅の駅名標を撮影。骨組み部分が木製なのが風情を感じさせますね。駅舎は木造、めちゃくちゃ古いです。三国港駅の近くは海、潮の香りがほのかにします。さて、三国港駅から折り返して来た道を戻ります。三国港駅を11時39分に発車する福井行きです。進路開通。三国港駅を発車。さらば終点駅。11分の滞在でした。さて、もうすぐお昼なのでここで昼食をとってしまいましょう。車内に人が少ないうちにね。今回はカレー味とシナモン味のベースフードパンです。家から持ち運びできて美味しいので助かる。シナモン味を食べ終わったので次はカレー味。最近リニューアルされて食べやすくなりました。車窓は大変のどかです。風情があって良き。車内は空いています。福井都市圏からまだ遠いので当然といえばそうですが、列車は武田川を横断。大関駅に到着。少しずつ利用者が増えていきます。さあ、駅間はご覧の通りめちゃくちゃ開けています。越前鉄道は30分間隔で列車が走行しており、大変便利な路線なので
駅を設けて街づくりをしてもいいと思うのですが、いかがでしょうか。車内がかなり混んできました。鷲塚針原駅に到着。今度は福井鉄道の電車は止まっていません。さあ、列車は福井の大河川九頭竜川を横断。ここから福井市街地に突入します。車内はかなりの混雑。北陸新幹線の敦賀延伸の影響でしょうか。まだ乗り換え駅まで数駅あります。列車は福大前西福井駅に到着です。ここで大量乗車。乗り切れるのだろうか。ホーム上にいる人は乗れる場所を探して右往左往。お祭り騒ぎの今日に1両で運転するのは無謀でしたね。この混雑のせいで列車が遅れ始めています。さあ、下車駅に到着です。混雑した車内をかき分け、なんとか下車。福井駅より少し手前の田原町駅で降ります。多くの利用者はこのまま福井駅に行くようですね。ぎゅうぎゅう詰めの車内から解放されるのもあと少しなので、頑張って。さて、田原町駅には越前鉄道の他にもう1路線乗り入れています。その路線はこちら、福井鉄道福部線。鷲塚針原駅まで相互直通運転をしていますが、当駅で路線が分岐します。まずは改札を抜けましょう。構内踏切を悠々と横断します。田原町駅には立派な駅舎があります。木材が使われていますが、比較的新しめの雰囲気。さて、福井鉄道の電車がやってきました。当駅で折り返す電車です。電車に乗り込みます。遅れているせいか行列ができていました。そして待っている間にブルーインパルスが頭上を通過。素晴らしい隊列。無事にカメラに収めることができました。さあ、電車に乗り込みます。乗車するのは田原町駅を12時44分に発車予定だった武生新行きです。発車時刻となりました。しかし肝心の運転士さんがいません。運賃箱は比較的新しめ。運賃表示器も比較的新しいですが、配線がむき出しになっています。反対方向からまた電車がやってきました。この電車は福トラムという愛称がついていて、鷲塚針原駅に直通します。車内は座席が埋まる程度に混雑しています。さあ、ようやく発車。もうすでにそれなりに遅れています。分岐器を通過して左側の線路へ。電車は駅を発車してすぐに公道に出ます。さあ、福井鉄道の攻略開始です。福井鉄道は市内中心部が路面電車になっています。電車は早々に福井城市大名町駅に着きます。この駅を出ると線路が二手に分岐します。左折方向が福井駅前方面、直進方向が武生新方面です。さて、進路開通です。左折します。交差点で左折が完了すると、すぐに線路が2本から1本に絞られます。市内の中心部にもかかわらず、ここに来て単線になってしまいます。さあ、間もなく福井駅ですが、駅前は人だらけですね。空を見上げる人が多いのはブルーインパルスが飛んでいるからでしょう。北陸新幹線の延伸なんてめったにないビッグイベントなので、お祭り騒ぎになるのも分かりますけど、今日電車がどこも遅延しているのはこのお祭り具合が原因と考えるとちょっと困りますね。電車は無事福井駅前駅に到着。線路はここで行き止まりです。そしてここで下車します。本来下車せず乗り続ける方が良いのですが、今日は遅延が大量発生しているので、それを踏まえて乗り換えるのがいいと判断しました。とにかく人混みがすごい。さあ、ハピライン福井の改札内に入りました。ここで超混雑の地獄路線にまた乗車します。ホーム上で並んでいる人がめちゃくちゃ多い。これから乗車するのは福井駅を13時9分に発車する普通電車の敦賀行きです。すでに発車時刻を過ぎていますが、電車が到着すらしていません。さあ、やっとこさ電車が到着です。今度は車体塗装塗り替え前の電車でした。225系顔、かっこいい。電車に乗車。
なんとか前面を取れる位置を確保できました。そして貨物列車通過。電車がなかなか発車しないのはこの貨物列車も遅れているのが原因だったようです。いかんな、次の乗り換え駅で乗り換え時間がどんどん削られる。やっと進路開通。さっき乗った電車に比べるとドア閉めを撮影できるくらいには空いています。福井駅を発車。遅延が気になるところですが、発車してすぐに注意信号です。貨物列車の影響でしょうね。電車がいくら遅れていても阿諏訪川は穏やかに流れています。さて、すでに攻略済みの道をまた乗っていきます。まもなく越前花南道駅ですが、ここで九頭竜湖線が分岐します。九頭竜湖線は北陸新幹線の高架橋の下をくぐり抜けて東に進路を取ります。九頭竜湖線に乗車した動画もあるので、よければご覧ください。列車の速度は時速110キロ超え。遅れているので可能な限り加速します。さあ、電車は間もなく武生駅に到着です。電車は無事武生駅に到着して列車から下車しました。ここが乗り換え駅となります。武生駅はさすが降りる人が多いですね。駅舎の外に出ました。次の路線は武生駅から少し離れているので徒歩移動する必要があります。電車が遅れていたせいで乗り換え時間はわずか。急げー。乗り換え距離が長すぎる。不親切設計や。そもそもなんでこんな日に制覇旅なんかしているんや。いや、今日じゃないとフリー切符をゲットできないからですけど。到着しました。さっき福井駅前駅で乗り捨てた福井鉄道福部線の武生新駅です。南の端の武生新駅から今度は逆方向に攻略します。改札通過。電車がたくさん止まってる。どれ？奥の右側の電車の模様。乗務員さん待っていてくれました。僕のために申し訳ない。武生新駅を13時45分定刻で発車。さらば福井鉄道のターミナル駅。滞在時間は1分にも満たないですが、思い出はしっかり刻まれました。呼吸を整えている間に列車は北五駅に到着。ここに福井鉄道の車両工場があります。ちゃんと留置線に電車が止まっています。珍しい電車はいるかな。さて、田原町駅から乗車した時はすぐに併用軌道に移行していましたが、武生新駅側はしばらくの間専用軌道を走ります。線路は単線で行き違いが可能な駅でしか列車同士の行き違いができません。列車は日野川を横断。しばらくして場内信号機に遭遇。注意信号ということは列車同士の行き違いがあるということでしょうか。到着したのは西鯖江駅。反対方向から電車がやってきましたね。所定のダイヤでは当駅で列車の行き違いをしないと思いますが、ダイヤが乱れているのでこういう光景が見られます。行き違いが完了したら西鯖江駅を出発。スプリングポイントを蹴って本線に復帰します。次の行き違い可能駅は新名駅。当駅は鯖江市内の福井鉄道の駅で最も利用者が多く、発着線が3本もありますが、今回は行き違いなし。車窓に住宅が途切れることなく続きます。30発車駅に到着。ここで列車は足止め。対向列車を待つようです。対向列車がやってきました。線形が直線なのでかなり手前から見えます。進路が開通する前にドア閉め。進路が開通したらすぐに発車。福井の鉄道は乗降ドアの取り扱いが普通の会社と違うようですね。30発車駅からはロードサイド店舗が並びます。次は花南道駅。ここでも線路が2本に増えます。降りる人がいるようですね。乗降が完了したらさっさと扉を閉めます。花南道駅からは線路が複線になります。そして赤十字前駅を過ぎると左へ急カーブ。その先は交差点です。ここからは専用軌道から併用軌道に移ります。進路開通。ゆっくり右折して道路の真ん中に入ります。
併用軌道に入って最初の駅が商工会議所前駅です。さあ少し進むと間もなく福井鉄道のジャンクション、福井城市大名町駅です。ここで珍しい電車と遭遇しました。こちらは F10 型レトラム。なんと元はドイツのシュトットガルト市電の車両で、土佐電気鉄道に譲渡された後、さらにここ福井にやってきたという車両です。電車は併用軌道の状態のまま足羽川を横断。鉄道道路併用橋というやつですね。風情があります。さあ福井駅前の交差点に到着しました。ここを一旦直進します。線路が右側から合流。福井城市前大名町駅に2回目の訪問です。電車を待っている人がたくさんいます。降りる人は少数ですね。ここで乗務員がいなくなります。なぜいなくなるのかというと、ここで進路を逆転するためですね。乗務員さんは反対の運転台に移動しています。そして電車が反対方向に発車。さらば福井城市大名町駅。子供が呆然とこちらを見ていますが、目的の電車ではなかったんですね。お疲れ。電車は渡り線を通過。横断歩道を過ぎると一気に人が渡り始めます。進路が開通すると先ほどと同様に電車が左折を開始。なかなか面白い光景ですが、この折り返しに時間がかかって遅れが再び発生。内心は次の乗り換えができるかドキドキしています。街の中心なのに単線の線路を進む。シュール。進行方向を逆転しなければならない点といい、都心部にこんなボトルネックがあるのは要改良項目かと思うのですが、どうでしょうか。福井駅前駅の発着線の場所もあまり便利とは言えないですよね。さあ電車は福井駅前駅に到着。これで副部線を全線完乗しました。福井鉄道完全攻略です。福井鉄道にはもう用がないので当然下車します。昼頃に比べるとさすがに人が少なくなっていますね。とはいえ遅れのせいで乗り換え時間が短くなっているので急ぎます。駅構内はバッチリ混雑していますね。行列になっているところもあります。さあ戻ってきました。越前鉄道の福井駅です。改札が行列になっている。しかしフリー切符なら行列を無視して改札を通過できました。どうやら混雑による行列ではないようですね。よかった、無事に乗れました。福井駅を14時55分に発車する勝山行きです。車内がめちゃくちゃ混んでいる。福井駅を発車。越前鉄道のもう一つの路線、勝山永平寺線を乗り潰します。車内はかなり混雑しています。福井口駅に到着。ここで降りる人がいるようですね。車内の圧迫感が軽減されるのはありがたい。対向列車とここで行き違いました。ダイヤが乱れたことで柔軟に行き違いする駅を変えています。福井口駅を発車。ここで線路が分かれます。電車は一番右側の線路に進入。ここからが勝山永平寺線の本格攻略区間です。さて広角間が終わり地上を走行します。車窓は田畑と住宅が半分くらいの割合。途中の椎坂駅にはかつて列車交換駅だったことを思わせる築堤があります。勝山永平寺線には普通列車以外に多種多様な優等列車が走っていたので、その名残でしょうか。永平寺口駅に到着。ここで列車同士の行き違いをします。駅名標もバッチリ撮影。永平寺町に入ると山々の合間を抜けていきます。進行方向左側の方が景色が開けているのは九頭竜川がある分山々との距離が離れているからですね。勝山市まで来るとあれだけ激混みだった車内もかなり余裕が出てきます。列車は発坂駅に到着。ここで予定外の行き違い。ダイヤが乱れており、こちらの列車が遅れているための処置ですが、これにより勝山駅で折り返し、この電車に乗ることができなくなりました。発坂駅を出ると次は勝山駅です。普通列車ですが途中の日島駅を通過します。さあ電車は山肌に沿うように進んでいきます。
隣のアスファルトで舗装されたところは一般の人が歩ける場所でしょうか。柵がないところに平和な田舎らしさを感じさせます。さあ列車は終点の勝山駅に到着です。勝山駅は終点のターミナルらしく2面3線の構造になっています。終点の勝山駅に無事到着。これで勝山永平寺線を全線完乗しました。さらに2路線ある越前鉄道の路線を全て完乗しました。これで残り未乗の路線はハピライン福井の福井大聖寺間だけです。構内踏切を横断、風変わりな電車が止まっていますね。これは乗らなければ損というもの。発車数分前ですが特別乗車券を購入して乗車することができました。ガイドのお姉さんに迎えられて乗車。この電車は越前鉄道の観光列車恐竜列車です。福井県勝山市で恐竜の化石が多数発掘されたため、同市に設置された恐竜博物館と連携して運行が行われています。さらに車両は静岡鉄道で運行されていた1000系を改造した車両であり、 MC8000 型として2023年3月より運行されています。恐竜列車の運行は土日祝日を中心に1日1往復のみ。ダイヤ乱れのため旅程をアドリブで変更した先で巡り合うことができました。運がいいですね。それでは特別列車出発いたします。さあ電車が無事勝山駅を発車しました。恐竜列車にはこのようなディスプレイが車内の至る所に設置されており、走行中ずっと放送が流れています。景色を楽しむのもよし、放送を楽しむのもよし、移動中飽きることは絶対にありません。時折全面展望も映してくれるみたいですね。ちょうど日島駅を通過したのがよくわかります。ちなみに放送内容は全面展望の映像のほか、恐竜にちなんだクイズやご当地キャラクターによるアニメも放送されます。大人でも楽しめる内容でした。アニメでは勝山永平寺線沿線の観光スポットも紹介されます。寺社仏閣が多いようですね。また勝山永平寺線だけでなく三国あわら線も紹介されます。三国あわら線には東尋坊や三国祭、あわら温泉など観光しがいのあるスポットがたくさんあります。勝山永平寺線だけでなく三国あわら線で観光するのも良いかもしれません。さらに沿線の紹介だけでなく恐竜列車の紹介も行われます。さて車内を散策しましょうか。内装はご覧の通り恐竜でフルラッピングされています。こちらは恐竜のモニュメント。モニュメントは複数設置されています。どれも存在感抜群。アンモナイトの化石が壁面にへばりついています。そして極めつけが車両の端にある巨大な恐竜の顔です。迫力がありすぎて今にも食べられてしまいそう。こうやって映すと完全に口の中ですね。ガブッと私の頭を噛まないでくださいよ。そしてガイドさんから手帳と封筒をもらいました。こういうのが旅を思い出すアイテムになるから助かる。何かメモをするのに使えそうですね。封筒の中身はポストカードでした。イグアノドン。裏面はイグアノドンの紹介でした。列車はいつの間にか松岡駅に到着です。ここで対向の列車を待ちました。国道416号線の下をアンダーパス。まもなく福井駅です。北陸新幹線と福井鉄道三国あわら線が近づいてきました。線路が合流し福井口駅に到着。対向の列車は空いていますね。どうやら人が多い時間帯に乗り潰しをしていたようです。アニメが終了するとずっとこの映像が流れていました。電車がダイヤ乱れの煽りを受けて遅れているとこうなるみたいですね。さて北陸新幹線と相対する最後のチャンス。来た。防音壁のせいで見にくいですが、開業初日の越前鉄道の車内から新幹線の車両を撮影することができました。夕日がよく映えますね。
はい、ということで福井駅に無事到着です。列車から下車、福井駅の駅名標を記念撮影、そしてお世話になった車両も記念撮影。列車の遅れにより乗り換え時間が短くなっていますが、記念撮影する余裕はありますからね。ちゃんと撮っておくのはとても大事。さあ階段を降りましょう。改札通過、ありがとう越前鉄道。さて夕方の福井駅、だいぶ人気も少なくなってきました。ハピライン福井の改札に到着。フリー切符を見せて臨時ゲートから出入りします。次の列車は3番乗り場から出発します。無事ホームに到着。目的の電車に間に合いました。福井駅を17時13分に発車する普通電車の金沢行きです。この電車もまだ9塗装のままです。4両編成ながら車内が混雑しているので、一番後ろの車両に乗車しましょう。福井駅を定刻で発車。夕方になると利用者が少なくなってダイヤ乱れが治っていました。さあ全線環状までラストスパート。列車は九頭竜川を横断。夕日のコントラストが美しい。反対側、夕日に照らされる側の景色も良いです。車内は少し立ち客がいる程度。福井敦賀間も4両運転してほしかったですね。まもなく列車はあわら温泉駅に到着します。北陸新幹線の高架橋が再び近づいてきました。あわら温泉駅には北陸新幹線の駅があります。あわら温泉駅に無事到着。やはり乗降が多いです。柱に取り付けられた駅名標を撮影。乗降が完了したらすぐに扉を閉めます。あわら温泉駅を発車。完全制覇まであと少し。福井県と石川県の県境を越えると間もなくハピライン福井の北端、大正寺駅です。大正寺駅に無事到着。これでハピライン福井も全線完乗しました。フリー切符で乗れる路線を全線制覇です。大正寺駅の駅名標を記念撮影。お世話になった車両のお見送りをしましょう。ありがとうございました。はい、ということでいかがだったでしょうか。ハピライン福井開業記念鉄道3社共通1日フリー切符による福井県の鉄道路線全線環状の旅でした。いやはや今回はトラブルのオンパレードでしたね。まず敦賀駅であっさりと切符が買えると思いきや、まさかの大行列。予定の電車より2本も後の電車に乗る羽目になりました。そして北陸新幹線開業フィーバーによる電車の大混雑大遅延。事前に計画していた旅程は完全崩壊し、現地で逐一対応となりました。今回の旅を教訓に、今後混雑する日は避けて全線走破旅をしなければいけませんね。皆さんも気をつけてください。ということで最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら Twitter などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。励みになります。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。で、この動画が終わると思いきや、そうではありません。ここまで動画を見て不可解な点があったことお気づきでしたでしょうか。なぜ早朝長浜駅から敦賀駅まで青春18切符を使ったのか。なぜ福井駅での乗り継ぎで急いでいたのか。なぜ追加料金がかかるのに恐竜列車に乗ったのか。それはですね、これから今日中に大阪に向かうからです。正気かと思った方、正気です。ご安心ください。実は今日の宿は福井県内にある宿ではなく、大阪府新大阪駅の近くのドミトリーハウスとなっています。翌日も撮影をする予定があるため、明日のために今日のうちに大阪に行かなければなりません。しかも、
これまで使ってきたハピライン福井開業記念鉄道3社共通1日フリー切符と青春18切符で大阪に向かいます。現在の時刻は18時。ドミトリーハウスの門限は23時。残り5時間で北陸新幹線も在来線特急も使わずに新大阪駅に向かいます。本来であれば大正寺駅には15時半くらいに到着するはずでした。そして21時頃には大阪に着いて明日に備える予定でした。しかし実際旅をしてみれば開業フィーバーによるハピライン福井の窓口の大行列。やっとこさ電車に乗ったらハピライン福井は大混雑大遅延。福井駅に着いてもすぐに改札を出られず、遅延はハピライン福井だけかと思いきや、越前鉄道も福井鉄道も乗客肩で遅延の嵐。それは困ったものですよ。何しろ旅程の遅延具合によっては、新幹線か在来線特急に乗らないと宿の門限に間に合わないわけですから。新幹線や在来線特急はフリー切符の対象外なので、追加料金がかかってしまいます。移動費を安く済ませようと計画的に旅程を組んだのに、その動力が全部水の泡。実は勝山永平寺線に乗車していた時、終点の勝山駅で折り返しの電車に2分で乗れなかったら、新幹線や在来線特急確定コースだと思い、戦々恐々としていました。そして乗りたかった電車が遅れにより発坂駅で行き違いになった時は、終わったと思いましたね。しかしそんな時に巡り合った救世主があの恐竜列車です。あの列車はフリー切符利用者でも追加料金を払えば乗ることが可能。追加で払うお金はたったの2000円。新幹線や在来線特急に乗るより格段に安いですから、これは乗るしかないと思いました。恐竜列車に乗った結果、その恐竜列車も遅延していましたが、結果的に新幹線や在来線特急に乗らなくて済む最後の電車、福井駅17時13分発の電車に乗車成功。そして今折り返し大正寺18時8分発福井駅普通電車に乗っているというわけです。このまま順次乗り継いでいけば普通電車だけで今日中に新大阪駅に行けるはずということで、新大阪駅までの旅路をおまけで紹介します。電車は間もなく終点の福井駅です。ドアは自動では開きません。電車は終点の福井駅に無事到着。夜は利用者が減ったので定刻運転でした。階段を降りましょう。移動している間に次の電車を確認。次の電車は5番乗り場からの発車です。ホームに上がるとすでに次の電車が待機していました。福井駅を18時47分に発車する快速の敦賀行きです。ハピライン福井開業に伴って新しく登場した無料優等種別。並行する北陸新幹線に対抗するために誕生し、そこそこのスピードかつ低廉な価格での移動が可能になりました。車内は4両編成ながらそこそこの利用者がいます。鯖江武府今城の順の停車です。快速敦賀行きです。発車します。ドアにご注意ください。福井駅を発車。次は鯖江です。お出口は右側です。電車は越前花南道駅を高速で通過。快速は在来線特急と遜色ない速度と停車駅で福井と敦賀を結びます。非常に便利な列車ではあるのですが、正直あまり長続きしない。少なくとも北陸新幹線が新大阪駅まで延伸されたら廃止濃厚だと思いますので、乗るなら早めがおすすめです。さあ電車は鯖江、武府、今城と順調に停車して今南今城駅を通過。南今城駅の次は終点の敦賀駅です。走行音が激しいのは電車が北陸トンネル内を走行して音が反響しているから。終点の敦賀駅に無事到着。お世話になった電車を撮影。遅延混雑で大変だった往路より明らかに早くて快適でした。さあ次の電車は7番線からの発車です。ここからは早朝使用した青春18切符を再利用します。
敦賀駅を19時55分に発車する普通電車の米原行きです。本来は湖西線で南下する予定でしたが、米原経由に変更します。2両編成なので車内はそれなりに混雑しています。発車時はもう少し混んでいました。敦賀駅を発車、北陸エリアからおさらばします。ありがとうございました。米原終点米原です。お忘れ物ないようご注意ください。15線彦根草津京都方面とご市のお客様、ホーム代わり3番乗り場へとお越しください。無事に米原駅に到着。2両に詰め込まれた乗客が放出され、民族大移動が発生します。次の電車は3番乗り場、高槻駅から快速に種別変更する普通電車の姫路行きに乗車します。新快速電車は運転されていません。おいおい、一体どういうことだって思うでしょう。実は当日、山崎駅で人身事故が発生し、関西アーバンネットワークもダイヤが乱れていたからです。いやはや23時に間に合うかいよいよわからなくなってきました。しかも律儀に名古屋方面からの新快速電車と接続します。その新快速、関西圏に欲しいです。米原駅発車段階で立ち客が発生するぐらい人が乗っている。この電車は4両と6両をつないで10両になっているのに。米原駅を発車、定刻より5分遅れです。ご乗車ありがとうございます。この電車は途中の高槻から快速電車となります姫路行きです。本日は JR 京都線山崎駅行きにて列車とお客様が現在接続し、各列車運転を見合わせております。その影響に伴いまして、新快速電車につきましては現在運転を見合わせております。しばらくの間運転を見合わせる状態となっております。京都大阪方面ご利用のお客様につきましては、この普通電車のご利用をお願いいたします。現場付近運転再開見込みは現在のところ9時20分頃を見込んでおります。運転再開見込みは前後する場合がございますので、あらかじめご注意ください。最新の情報は車内放送にて連絡をさせていただきます。車内放送をお聞きいただきますようお願いいたします。このまま9時20分頃運転再開いたした場合につきましては、この電車につきましても通常通り姫路まで行ける予定となっております。なお、運転再開見込み変更となる場合につきましては、途中駅での折り返し運転も発生する場合もございます。最新の情報は車内放送にて連絡をさせていただきます。車内情報をご確認の上、お待ちください。車掌さんの放送からも物々しい空気感が伝わってきますね。こんなイレギュラーまみれの日もきちんと対応されているのだから頭が下がります。電車は途中の川瀬駅で行う予定だった新快速の追い越し待ちがなくなり、定刻運転に回復。そのまま安駅に到着しました。本日は山崎駅にて列車とお客様が接触しました影響に伴いまして、現在も運転を見合わせております。その影響に伴いまして、この電車行き先を変更する見込みとなっております。現在のところ行き先を京都駅に変更する見込みとなっております。京都駅先につきましては、現在京都駅から停車中の普通電車、また新快速電車が運転再開後、順次運転を再開する見込みとなっております。京都駅でのお乗り換えが発生いたします。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。まもなく南草津です。お出口左側です。これより各駅新快速停車しておりますが、運転再開の見込み現在多かっておりませんので、この電車ご利用ください。京都方面はこの電車のご利用お願いします。こうやってたくさん放送しているのに、新快速を見つけるや否や新快速に乗り換える人がいました。こういう時イヤホンをしていると放送を聞き逃して乗り換えてしまうことがあります。緊急時の放送はちゃんと聞くようにしないとダメですね。電車は石山駅に到着。ここでも新快速電車が停車しています。瀬田駅では貨物列車が待機中。こちらは大津駅。新快速停車駅であればほぼ全駅停車していますね。そして誰も乗っていない異様な光景。さあ、京都駅の2番乗り場に到着。ここで電車は運転打ち止め。大阪に行かないとなれば全員大移動強制排出です。
京都駅構内はそれほど混雑していません。諦めてみんな阪急や京阪に移動したということでしょうか。5番乗り場に新快速が止まっています。乗っている人は新快速で運転再開を待っているということでしょうね。私も門限を考えると阪急や京阪に迂回は考えられなくなっているので、新快速電車に乗って待とうと思います。出発信号は停止信号。いつもならもう進行現時に切り替わっているんですけどね。と思ったらほどなくして進行現時に切り替わりました。運転再開か？大阪方面ご利用のお客様にご案内をいたします。JR 京都線内、列車と人が接触したため運転を見合わせておりましたが、前を走ります電車より順次運転を再開しております。京都駅から発車をする電車につきましては、発車時刻分かり次第ご案内をいたします。京都駅から発車をする電車につきましては、発車時刻分かり次第ご案内をいたします。やった！そんなに待たずに動くようです。京都駅を発車。京都駅の発車は22時15分。門限に間に合うかも。高槻駅に到着。反対方向のはるか号はすでに旅客営業を取りやめ、回送電車になっています。新大阪駅を22時45分に到着。門限の15分前に来ることができました。改札通過。ここから宿までは急ぎ足で向かいます。本当は大阪メトロ御堂筋線の東三国駅の方が近いのですが、電車に乗るより走った方が安上がりでしょう。外に出てきました。こんなところを歩くのは初めて。歩道橋で御堂筋線の下をアンダーパス。電車のガタンゴトンの音が怖い。さあ急げ。23時までに間に合わせるべく走るのだ。なんとか間に合いました。時刻は22時58分。ギリギリでした。ガストハウス44という宿です。今日一日波乱万丈だった。お疲れ様。ということで、無事に間に合ったというところで今回の動画は終わり。今度こそご視聴ありがとうございました。